甲斐の虎武田信玄と越後の龍上杉謙信、戦国最強の呼び声が高い2人は5回にわたりぶつかります。川中島の戦いです。2人が戦った川中島の戦いとはどのような戦いだったのでしょう。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は川中島の戦いについてお話ししていきます。武田信玄と上杉謙信が対決したということで有名なこの戦いですが、彼らは合計で5回戦ったと言われています。中でも有名なのが4回目の戦いで、一般的に川中島の戦いというとこの4回目の川中島の戦いのことを指すことが多いです。信玄と謙信が一騎打ちをしたという伝説が残っているのがこの4回目の戦いですね。今回の動画では合計5回にわたる川中島の戦いを見ていきましょう。川中島の戦いが行われたのは戦国初期の話。場所は現在の長野県にあたる信濃国です。ここには千曲川とその支流である犀川が流れており、その2つが合流するデルタ地帯を川中島と呼んでいます。そもそもなぜ戦いが起きたのかという話ですが、武田氏の北上作戦が関係していました。武田氏の本拠地は甲斐の国、現在の山梨県にあたります。その南側には今川義元や北条氏康などの強い武将がいたので、武田信玄は北へと進むようになっていったのです。こうして信濃に住んでいた人たちは武田氏に圧迫されていきました。中でも村上義清は武田氏に必死の抵抗を行っていきますが、耐えきることができなくなり、さらに北にある越後の国の武将長尾景虎に助けを求めるんです。この長尾景虎が後の上杉謙信。こうして武田信玄と上杉謙信は戦うことになります。第一次川中島の戦いの始まりです。北信濃に突入した双方の軍勢でしたが、結果から言うとこの第一次川中島の戦いでは大きな戦いは起こっていません。布施、上野原、八幡原で2つの軍勢は激突しますが、どれも比較的小さな戦いだったのだろうと言われています。こうして第一次川中島の戦いは双方様子見をするような形で終了しますが、これ以降武田上杉の間で川中島をめぐる戦いが始められていくんです。さて、第二次川中島の戦いの始まりは意外な勢力の動きがきっかけとなっています。善光寺です。善光寺は川中島の近くにある歴史の古いお寺です。牛に引かれて善光寺参りという伝説で有名なので、観光で訪れたことがある方もいるかと思います。そんな善光寺の別当、つまり一番偉い人は当初上杉謙信に味方していましたが、なんと武田信玄側に寝返ったんです。川中島周辺に絶大な影響力を持つ善光寺が武田信玄に味方したことは上杉謙信にとって都合が悪いことでした。こうして上杉謙信は善光寺奪回のため再び信濃に進軍するんです。謙信の信濃出兵を受けて信玄も信濃へと兵を動かして犀川を挟んで謙信と激突します。短期間で決着をつけようとした謙信はガンガン攻め込んで戦いを終わらせようとしますが、対する信玄は持久戦を想定してどっしりと構えていましたので、次第に謙信の兵は疲れてしまい信濃に帰りたくなってくるのです。そんな兵を見て謙信は激怒。何年かかろうと謙信公の前で戦いますという誓約書を書かせたりしますが、結局戦いが200日にまで長引いて戦況は膠着化していきました。最終的に信玄が今川義元に和睦の仲介を要請。派遣された摂政によって和睦が締結され、2人とも兵を引き上げていくのです。さて、第二次川中島の戦いから引き上げてきた上杉氏ですが、なんと上杉謙信はお前たちが言うことを聞かないから出家する、あとは自分たちで頑張れと言って姿を消してしまいます。おそらく戦いがうまくいかないことに嫌気がさしたんでしょう。しかし家臣たちもこれには驚きました。謙信の代わりを務めることができる人物はいませんので、とにかく謝ってなんとか謙信に戻ってきてもらいました。雨降って地固まるといったところでしょうか。これを狙って謙信はわざと出家のパフォーマンスをしたという説もあります。こうして戻ってきた謙信は強化された家臣団との絆のもと、再び川中島へ出陣。第3次川中島の戦いの始まりです。さて、こうして始まった第3次川中島の戦いですが、この戦いもまた大した合戦もなく終わっています。善光寺平に布陣した上杉謙信でしたが、
結局飯山城に撤退しました。その後武田の軍勢は別のルートで越後へと攻め込もうとしますが、これもうまくいくことはなく、第3次川中島の戦いは終了。2人とも自分の国へ撤退していくのでした。こうして大きな戦いもない中、3度目の出陣は終わり、謙信は関東へと出陣します。これが前回の動画でお話しした小田原城の戦いです。すでに動画を出しているので詳しいことは省略しますが、上杉謙信の攻撃を受けた北条氏康は武田氏に支援要請を送っています。これを受けて信玄は信濃を北上することで謙信を引きつけるという間接的な支援を行うんです。この作戦は成功し、謙信は小田原城の包囲を解いて越後へと戻ってきました。こうして始まったのが第4次川中島の戦いです。さて、有名な戦いである第4次川中島の戦いが始まっていくのですが、まずお断りしておきたいのが、この戦いの具体的な経緯は不明だということです。しかしよくわかりませんという言葉で終わらせてしまうと全く頭に残らないと思いますので、軍記物などによってよく知られている川中島の戦いの経緯についてお話ししていきます。さて、関東から帰ってきた上杉謙信はほとんど休むこともなく川中島へと出陣し、長野盆地の南へと進軍していきます。一方武田氏はこの近くに海津城を築かせており、川中島支配の拠点としていました。当時海津城にいた武田の軍勢は3000だったと言われており、1万3000もの大軍を引き連れていた謙信は海津城を攻めてもよかったのでしょうが、謙信は予想外の行動に出ました。なんと海津城に向かうことはせず、長野盆地の南にある西樹山へと向かったのです。周囲を見下ろすことができるという利点はありますが、武田軍に囲まれたら兵糧攻めにされるという、いわば自滅行為のような作戦でした。謙信の真意は分かりませんが、わざと愚策を取ることでなかなか決戦に踏み切らない信玄をおびき出そうとしたのでしょうか。こんな状況で武田信玄が到着。謙信が自ら山に登るという自滅行為をしていたので、おそらく困惑したことでしょう。とはいえ信玄は定石通り兵糧攻めを開始します。こうして戦況は膠着化して我慢比べとなりました。しかしこの我慢比べに先に折れたのが信玄で、海津城へと軍勢を動かしていきます。こうして信玄が行ったと言われているのがキツツキ戦法です。キツツキ戦法というのは、武田の軍勢を本隊と別動隊に分けて、別動隊が上杉の軍勢を後ろからつつく。すると驚いた上杉軍は山を降りてくるだろうから、そこを本隊と別動隊で挟み撃ちにするという作戦でした。武田信玄はこの作戦を採用し、出陣の準備をさせます。ご飯を炊いて腹ごしらえをさせて、夜に紛れて作戦を開始するんです。こうして夜のうちに別動隊は西樹山へと移動、本隊は八幡原へと移動して作戦の実行を待ちました。しかし西樹山に登った武田の別動隊が目にしたのは、もぬけの殻となった上杉の陣。1万3000の上杉軍はもうそこにはいなかったのです。一体上杉軍はどこへ行ったのか。少し時間を戻しましょう。武田軍が出陣の準備をしている時に、ご飯を炊いて腹ごしらえをさせたと先ほど言いましたが、西樹山にいた上杉謙信はその煙を見て、いつもより煙が多い、ついに武田が攻めてくると考えてキツツキ戦法を見破っていたのです。こうして武田の別動隊が西樹山を登っている時に、上杉軍は西樹山を下山しており、八幡原へと軍勢を動かしていました。ここに武田の別動隊が到着したので、上杉軍が消えたように見えたのです。そんなことも知らない武田信玄は八幡原で上杉軍を待ち構えていました。この日の川中島には深い霧がかかっており、一寸先も見えません。そんな霧が晴れていくと、なんと武田信玄の目の前に上杉謙信の軍勢が現れたのです。軍勢の数でいうと圧倒的に上杉軍が有利な状況です。上杉軍は次々と武田軍にぶつかっていき、武田信玄への道を押し広げました。そこに謙信が自らたちをもって突撃。武田信玄はその攻撃を軍配で防ぎます。この時の伝説として知られているのが三太刀七太刀という伝説ですね。武田信玄は3回軍配で謙信の攻撃を防いだはずが、後から軍配を見てみると7個の傷がついていたという伝説です。
結局西条山に向かっていた武田の滅動隊が到着したことにより上杉謙信は撤退。双方大きな痛手を負った川中島の戦いはこうして終わりを迎えるのでした。さていかがだったでしょうか。この第4次川中島の戦いの後にも第5次川中島の戦いがありますが、第4次であまりにもたくさんの兵を失ったため2人ともその経験がトラウマになっており、また大きな戦いはなく終わっています。さて川中島の戦いが起こっている頃、別の地域ではその後の歴史に大きな影響を与える戦いが起こっていました。桶狭間の戦いです。ということで次の動画では織田信長についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。